よし、ロボットが引っ張って動いてくれています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はロボット力車を作ってみようと思います。ロボットが引っ張る力で私を運べるようにしたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは車輪から作ります。こちらは以前作った大型の歯車を利用してなるだけ転がりやすくしていきます。かなり転がり抵抗が少ないので私がぶら下がって前後に進もうとするだけでいい感じに転がってくれました。この現象は空中に浮かんでいても地面にある程度近い状態なら私が移動する力が地面に少しだけ伝わるから起こる現象ですね。このまま進んで水の中に入っても回転を進み続けることができました。車輪はこれで良さそうです。この車輪にロボットが持つためのハンドルと私が乗るための座席を取り付けたらロボットが持ってくれるようにタングステンの刃とベアリングがセットになった餌をセットします。早速こちらの近くにロボットを召喚して様子を見てみると近づいてきて餌を掴んでくれました。その力でロボット力車が動いていますがすぐロボットが焦げてしまいますし移動距離も少ししかありません。だったら今度はもう一つ餌を追加して2体のロボットが引っ張れるようにしましょう。そうするとロボットが引っ張った衝撃で座席が壊れてしまいました。レーザーでも簡単に壊れてしまうので座席をゴム製にして強度を上げましょう。こちらを試してみるとロボットが持ってはくれますが勝手に倒れてしまってまともに動いてくれないのでうまく進めません。ロボットが2体来ても結果は同じでした。餌が動いている時に興味を失う時があるのもうまくいかない原因みたいです。そこで今度は餌をロボットが引っ張る形式からロボットの前の方に誘導用の餌を配置してロボットの方は前回作ったロボット用肩ランチャーの頭パーツでロボット力車本体に固定する形式に変更しましょう。餌の位置を変えた後、高い場所に召喚して眠っているロボットの頭に頭パーツをつけましょう。動いている時よりかなりつけやすいです。それから頭パーツをつけたロボットをロボット力車に固定すると、なるほど。ロボットへの負担が大きすぎてずっと転び続けるパターンです。頭パーツがほとんど動かないのが原因だと思ったので頭パーツの取り付け部分にベアリングをつけて動くようにしていきます。でも一つのベアリングだけだとまともに進んでくれませんし勝手に飛び上がって頭パーツが外れることもあるのでさらなる工夫が必要みたいです。そこで簡単に外れないように先ほどより分厚い糸を使った頭パーツを作りました。顔は笑っていて後ろだけはぶつかって壊れないようにゴム製にしています。こちらをかぶせて回転方向にもベアリングをつけたロボット力車本体にくっつけてみるとさっきとそんなに変わっていません。立ったと思ったら倒れるその繰り返しです。それでも私が乗ってかなりの負荷がかかった状態になってもロボットの頭パーツは外れませんでした。分厚くした甲斐がありましたね。しかしそのまま様子を見ているとロボットの動きによってロボットとロボット力車をつないでいる棒が壊れてしまいました。頭パーツも逆さになって変な髪型みたいになっています。もっと自由にロボットが動けるようにロボット取り付け部分のベアリングを増やしましょう。これならロボットの負荷が減って運んでくれるんじゃないでしょうか。早速試してみるとさっきよりは動いていますがやはりこけてしまうのは変わらないみたいです。それでも
私が乗っていない状態なら少しの距離、ロボット力車を運んでくれました。私が乗って負担が増えた状態だと、ほとんど進んでくれないので、さらに負荷が減るように、ロボットの高さに合わせて、接続部分を伸ばしてみました。こちらを試してみると、さっきとあんまり変わりません。相変わらずロボットは転びまくってますし、ロボットを取り付けたとき、謎に跳ねる現象も起こります。取り付けたタイミングではなくても、勝手に跳ねてしまうこともあるので、この仕組みで安定して私を運ぶことは難しいかもしれません。そこで、ロボットが餌を引っ張る形式に戻して、餌の位置を後ろにすることで、私を追いかける動きで前に進めるんじゃないでしょうか。早速試してみると、ロボットが餌を拾って、私を殴る動きをしています。ちょっと近すぎたみたいですね。それでも、少しずつ私を運んでくれているので、しばらく様子を見ていると、ロボットが車輪に巻き込まれて、変な動きをしだしました。勝手にジャンプしたり、急に浮かんで、空中でボコボコにされたりしています。これはこれで面白いですが、もう少し工夫して、ちゃんと動けるようにしましょう。まずはシンプルに、餌の位置を遠ざけてみます。私を追いかける動きで、少し進みました。でも、急に餌への興味を失うことがあります。こうなると進めないので、もう少し工夫しましょう。餌のタングス線の刃を、2つのベアリングを使った、ベアリングのバネで固定して動きにくくして、接続部分の関節も、さらに自由にしました。これならロボットも、もっと動きやすいんじゃないでしょうか。早速試すと、さっきより動きが良くなりました。これで問題ないと思いましたが、おっと、タングン線の刃が棒に接触して壊れてしまいました。そこで、棒を保護するためにゴムのパーツを付けましょう。タングン線の刃とは別バース扱いのベアリングの代わりにつけているので、重さも問題ないはずです。私が座席に乗ろうとしていると、よし、ロボットが引っ張って動いてくれています。今までと違ってスムーズにロボットが動き、勝手に棒が壊れることもないので、今までよりずっと長い距離を移動することができました。でも、ロボットの動く方向は気まぐれですし、木に棒が引っかかると、ロボットが餌を引きちぎって進めなくなってしまいます。それに、ロボットが餌に興味を示さなくなる現象も引き続き発生します。それでも、ちゃんと私を乗せたまま進んでいく動きはできたので、よしとしましょう。これでロボット力車は完成です。進む距離も方向も安定せず、ロボット任せな乗り物ですが、どこに行くかわからない楽しさがあるので、この世界では珍しい乗り物になったんじゃないでしょうか。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。座席の背もたれを持って、まるで釣りをするように、ロボットを誘導しましょう。ロボットが持ってくれたら、私の方向に走って運んでくれます。でも、ロボットは前が見えていないのか、急に木にぶつかって倒れることがあるので、注意しましょう。それでは最後は、ロボット力車に乗って、行けるところまで行ってみましょう。ロボット任せのドライブですね。やはり思った通り、方向は安定せず、周辺をデタラメに動いていました。そのまましばらく動きを楽しんでいると、タングステン部分に偶然棒が当たって壊れてしまいました。走行不能なので、ここで終了ですね。それでは、ロボット力車の旅は十分楽しめたので、ロボットをガラスの浴槽に入れたら、腹筋のトレーニングを始めたロボットに、スライム風呂を楽しんでもらいましょう。スライムをたくさん入れて、浴槽を満たした後、燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、こ
今回頑張ってくれたロボット力者さんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー